皆様こんにちは。ドクター BMH こと西田渡と申します。今回 YouTube を使いながら BMH というプロジェクトを始めることにしました。この缶バッジもありますけれども、この BMH って何やねん。この BMH というのは、3つの言葉の略語から成り立っています。B は Bear、M は Metal、H は Hacking ということで、剥き出しになった部品や LSI、CPU、MCU、そういうものをブレッドボード上で、配置してワイヤリングしてプログラミングすることで、システムプログラミングと呼ばれるプログラミングの中でも基本中の基本のプログラミングを楽しむことで、このハッキングの世界を、皆様にお招きしたいという、そういうプロジェクトでございます。もう少しわかりやすく言うと、システムプログラミング on the breadboard ということで、ここにもありますけれども、ブレッドボードの上で、こういうブレッドボードの上に LSI や LED、スイッチ、抵抗、ワイヤー、様々なのを配置して、そして CPU をコントロールしたり、LED をピカピカ点滅させたり、そういうことを通す中でシステムプログラミングの基本を学んでいこうと。そういうプロジェクトでございます。案内人は私、ドクター BMH と、そして、マスコットのハックちゃんでございます。で、このプロジェクトは、日本語で、話しますけれども、画面に出てくるメッセージは基本的には英語です。プログラミング言語というのは世界共通言語なので、私はこれは日本の皆様はもちろん、海外の子供たちや、そして若い人たち、中年、もう含めてですけれども、プログラミングに興味がある方々に、もう地球上のプログラミングに興味がある方々に、この BMH をお届けしたいということで、日本語と英語のちゃんぽんでお届けいたします。ところで、Who is Dr. BMH? お前誰やねんという話になります。そもそもあんた誰っていうことだと思うんですけれども、簡単に自己紹介させていただきたいと思います。私は、日本、愛媛県松山市というところで糖尿病専門クリニックで、診療しております、ドクター西田と申します。正真正銘の医師であり、糖尿病専門医であり、そして医学博士でございます。で、私はこれまでたくさんの医学書を発行してまいりました。サイエンスライターなんですね。サイエンスライターとして、特に私は医学の中でもそのお口と全身の関わりに関して非常に興味を持っているので、様々な専門書、専門家向けの専門書や一般向けの一般書を発刊してまいりました。しかし、私は実はかつて、テクニカルライターでもあったんですね。テクニカルライター。これ20年前の話になります。今からほぼ20年前、プログラミングの専門雑誌や技術書の専門雑誌に様々な連載を毎月書いたり、そして本も出しておりました。ここの右にありますのは、Linux から目覚める僕らのゲームボーイということで、これ一冊1万円近くする本なんですが、これ当時2万部近く触れても大ベストセラーになったんですけども、私のキャリアはこのテクニカルライターからスタートしたんですね。だから、このプログラミングに関する基本的なことであるとか、そういうことを書いたり、お届けするのは得意中の得意なんですけれども、今はYouTube の時代なので、このビデオも使いながら、このプログラミングの世界を改めてもう一度日本、そして海外の人たちにお届けしたいということで、この BMH を作ることにした次第です。で、この BMH は何を目指しているのか。その目標は大きく2つあります。1つ目は grasp of things ということで、grasp というのは物事、掴む。things というのは物事。物事の核心を掴むということですね。物事の核心を掴む。コンピューターというのはもう今肥大化して複雑化して本当にもう理解が難しいものになってしまいました。でもその本質はとても現代にあってもシンプルなんですね。基本というのはシンプルなんだけれども、その基本のシンプルなところがもう複雑な鎧に覆い隠されてもわかんない。だから、この BMH を通して、この基本を明らかにすることによって、この革新をつかむ。この喜びであったり、その素晴らしさを皆様にお伝えしたいんです。そしてこの物事の革新をつかんだときに、それは医学においても、プログラミングにおいてもそうなんですが、革新をつかんだときに私たちは
just for fun ということで、この心躍るようなワクワクする、わかったぞというような、この達成感であったり、この快感、面白さ、もう興奮して、もう夜も眠れないぐらいプログラミングに熱中する。これが just for fun だと思うんですけれども、この just for fun を実感するためには、私はやはりシステムプログラミングというのが一番近道じゃないかなと。私自身の経験。私は40年前からプログラミングの勉強を始めましたけれども、この40年間通して、やはりこのシステムプログラミングに触れたときに、私は just for fun を数えきれないほど体験してきて、本当にワクワクする日々を過ごさせてもらったんですね。ですから、でも、この喜びを日本、そして海外の人々にお伝えしたいということで BMH を立ち上げました。で、この BMH が重要視する、システムプログラミングというのは一体何なのかということなんですが、プログラミングの世界は大きくアプリケーションプログラミングと、そしてシステムプログラミングのこの2つに分かれるかと思います。BMH はこの下のシステムプログラミングにフォーカスするプロジェクトでございます。コンピューターの世界は大体大きく4層に分かれると思います。一番から下から行くとハードウェア、次にオペレーティングシステム、ライブラリー、アプリケーションということで、世の中で特に最近ウェブを使ったプログラミングアプリケーションが非常に増えてきましたけれども、この元々の一番下層にあるのはハードウェアであり、CPU やメモリー、IO、そしてその次に、このハードウェアを直接制御するオペレーティングシステムが乗っかることによって、その上で初めてアプリケーションの開発が可能になるわけ。基礎中の基礎がこのハードウェアとオペレーティングシステムなんですが、この二つを含むプログラミングがシステムプログラミングということになります。この BMH はこのシステムプログラミングを理解していくことを目的としたプロジェクトであります。で、このシステムプログラミングを記述する言語っていうのは、もう今から50年前も、今もそうなんですけれども、Unix が誕生した1970年当時からもそう。そして今の Linux カーネルもそうですけれども、2つの言語。1つはマシンラングエッジ、機械語。そして C ラングエッジ、C 言語。この2つなんですね。この逆に言うとこの2つの言語、機械語と C 言語の2つをマスターできなければシステムプログラミングを理解することはできないっていうことになるわけです。しかし、バットなんだけど、この機械語と C 言語は超むずいの、本当にむずいの、もう超わけわからない。もう特にこの機械語なんていうのはもう知らない人が見たら宇宙人の言葉にしか見えません。だって機械が理解する言葉ですからね。だから、でもそこで多くの人がこの機械語を勉強することを断念して、無理だったということで断念してしまう人が、日本はもちろん世界中にたくさんいらっしゃると私は思うんですね。だからそれを何とかして、機械語と C 言語を理解するこの喜び、そしてこの2つの言語を使いこなすことによって、いかにシステムプログラミングというのが興奮してワクワクするような世界かということを皆様にお届けしたいわけなんですね。そこでですよ。私はこの BMH スタイルのラーニングメソッドというのを考えました。1番。まず、IO コントロール by Basic ということで、この Basic。これも今から50年近く前に誕生した教育的な言語ですが、この古いこの Basic という、もう今ほとんどの人がもう忘れ去ってる、かつてのPC を使ってたお父さん、お母さんたちは、ベーシックをご存知かもしれませんが、今の現代の若い人たちはまず知らないと思いますが、この古いこのベーシック言語をもう一回スポットライトを当てて、このベーシック言語で IO コントロールをまず行う。IO 制御の面白さ、素晴らしさ、ワクワクする Just for Fun をお届けしたい。その次に CPU、Central Processing Unit。この CPU を Machine Language、機械語で制御する。機械は CPU っていうのは一体どういうふうに動いているのか、それを理解するためにはこの機械語を理解しなければいけません。この機械語を理解すると CPU と対話ができるようになるんです。Hey CPU ということで、はーい、渡るということで CPU との会話が生まれる。そのためには、英語と日本語、そういう言語を学ぶことと一緒で、マシンラングジを理解しないと CPU と対話することはできないですね。そして最後、MCU。
マイクロコントローラーユニットですから、この小さな100円、200円、1ドル、2ドルで買えるこの小さな LSI の中に組み込まれた CPU、メモリ、IO、それを制御するためには、機械語だけでは複雑すぎるので、抽象化された C ラングエッジ、C 言語と機械語を使うことで、この MCU を自由自在に制御して、この100円、200円、1ドル、2ドルの LSI を皆様が自在に使いこなせるようになる。これが BMH が現時点で目指している3つの道のりでございます。で、最初の1番の IO コントロールですけれども、We love IO! もう僕は、ドクター BMH は IO 大好きなんです。IO というのは I はインプット、O はアウトプット。入力と出力、インプットとアウトプット、これを自在に制御することで、例えばこのブレッドボード上のこの LED をピッカンピッカン光らせたり、スイッチから入力した情報を LCD、液晶プロジェクターに液晶に表示したりとか、そういうことが可能になるわけですね。ファイナリーですね、そこでついに、これなんです。今日一番お伝えしたかったのはこれでございます。IO コントロールをベーシックでやるということなんですけれども、具体的には、アントベーシックというのをドクター BMH は作りました。ドクター BMH が作りました。このアントベーシックというのは、アリさんのように、アントのように小さなタイニーベーシックでございます。その小さな極小のベーシックに、このラズベリーパイの、これラズベリーパイ400ですけれども、ラズベリーパイにはこの40本の GPIO ポートが用意されてますけれども、この GPIO ポートから繋がれた線を使って、このアントベーシックから様々なものを制御していく IO コントロールを行う。これによって一体何が起きるのか。What will happen ということで、このラズベリーパイとアントベーシックを使うと一体どんなワクワクするようなことが起きるのか、どんなことが勉強できるのかということで、この後は第2弾に続きたいと思います。それでは第2弾でまたお会いしましょう。ドクター BMH でした。またねー。